皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。第5章5の7において平板上単体に対する微分方程式モデルを導きました。この時多くの人は X 軸の向きと基質の拡散方向の違いに応じて式の形をどのように変えたらよいのかという疑問を持つと思います。そこで今回はこの疑問を解消するため X 軸の向きと基質の拡散方向の関係についてお話しします。例として図に示すような固体表面から物質が空気中へ昇華する現象を考えます。物質の濃度分布は壁から離れるほど低下します。このような物質の拡散現象を定式化する場合、X 軸は通常拡散方向と同じ向きに取られます。この時、フィックの拡散速は1式で与えられます。ここで C は拡散する物質の濃度、D は分子拡散係数、N は拡散流速、X は原点からの距離を表します。濃度は X 軸と同じ方向に減少するので、式中の濃度勾配 dc/dx は負の値を取ることがわかります。d は物性値なので必ず正の値を取ります。よって n の値を正とする場合、d の前にマイナスの記号を置くことになります。次は X 軸を拡散方向とは反対の向きに設定するときのもう一つの方法です。物質の濃度は X 軸の向きと反対方向に減少しています。物質は濃度の高いところから低いところへ移動するので、物質は X 軸とは反対方向へ拡散することになります。仮にフィックの拡散速を1式のように表す場合、今濃度勾配 dc/dx は正なので n は負の値を取ることになります。しかしながら n は正となるように設定した方が良いと考える人がいると思います。その場合、1式中のマイナス記号を削除した2式を使うことになります。なぜこのようなことを議論するのかというと、これと同じ状況が固定化酵素反応の微分方程式の設定の際に生じるからです。座標軸の原点は単体の形状が平板、円柱または球であるため、通常単体の中心に置かれます。基質は単体の外から単体内に入り、中心に向かって移動します。これにより基質の拡散と X 軸の向きは全ページの状況と同じように反対になります。ところで有限小区間で物質収支を取る場合、流入流速を原点に近い方の場所 X の面に、また流出流速を X に区間の幅を加えた場所x プラスデルタ x に割り当てます。基質は実際には x プラスデルタ x の面から入り x の面から出るので、このやり方に矛盾を感じる人がいると思います。
しかし、流入流速と流出流速をこの順番で割り当てることは慣習的に行われています。よって、ここではこのやり方に従うことにします。基質の拡散に加えて、有限小区間内で反応が起こります。今、慣習に従い、定常状態の過程の下で物質収支を取ると、3式が得られます。ここでは、単体の形状を平板とし、有限小区間の単位長さの面に対して式を立てています。左辺では、原点に近い場所の面で流入流速を、遠い場所の面で流出流速を割り当てていることを確認してください。右辺の反応項は正の値を取るので、左辺も正でなければなりません。しかし、基質濃度の差により、x プラスデルタ x での ns の方がx での ns よりも大きいため、左辺は負となり問題が生じます。この問題には2つの解決策があります。まず方法1では ns を負の値とします。そしてフィックの拡散速を4式で定義します。今検討している例では濃度が右の方へ増加するので ds/dx は正です。よって4式において ns は負となります。しかし最初に ns は負と定義しているので問題は生じません。物質収支式は全ページの3式で与えられます。本式を変形して得られる5式においてデルタ x を0に近づけます。これにより微分方程式6式を得ます。これにフィックの拡散速、すなわち4式を代入します。そして有効拡散係数 dE を一定と仮定すると、最終的に7式の微分方程式モデルを得ます。しかしながら ns を正の値にした方が良いと考える人がいると思います。このことを満足するように式を導くのが2番目の方法です。この場合、物質収支を取るとき、x 軸と拡散の向きが反対であることを考慮して、ns の前にマイナス記号をつけます。これは有限小区間で物質収支を取るときの慣習を崩すことなく、原点に近い方から x での ns を流入流速、x プラスデルタ x での ns を流出流速に割り当てるやり方を守っています。マイナス記号をつけることで、実際上は x での ns を流出流速、x プラスデルタ x での ns を流入流速に設定したことになります。最初に x プラスデルタ x での ns から x での ns を引くやり方もありますが、ここではあくまで慣習的なやり方を尊重していることを理解してください。8式を変形して9式とします。そしてデルタ x を
0に近づけると微分方程式10式を得ます。ここではピックの拡散速を dE の前にマイナス記号を持たない11式で定義します。ds/dx は正なので ns も正となります。これは物質収支を取るとき ns が正であるとした定義に一致しています。引き続き10式へ11式を代入し、有効拡散係数 dE が一定と仮定すると12式を得ます。本式は7式と同じです。方法が違っても最終的に同じ微分方程式を得ることができましたね。第5章 5-7 では1番目の方法で微分方程式モデルを導いています。このため ns の値は負です。しかし後の動画で議論する円柱状単体、球状単体の式の導出の際には2番目の方法を使います。よってこの場合には ns の値は正となります。以上述べたことを念頭に置いて関係動画を視聴するようにしてください。拡散流速は正でなければならないと考える人には2番目の方法をお勧めします。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。